1ホール1個ずつね、なんか記憶やっぱある。もうこの4年間やっぱゴルフ部でいてよかったな。で、僕がプロになった後、こういった経験っていうのは多分掴み取るの難しい。ゴルフというよりかはその部活だったり、こういった連絡事項の文の書き方だったりとかを日で先輩の2年生の先輩から教わったり、それでもなんか最初1年生は授業が多いから、その両立みたいなのを結構うまくいかずにちょっと、失敗しつつも、でもやっぱその大学のゴルフ部で戦えるっていうのにすごい嬉しかったというか、こう仲間の人たちが見てる中で自分がその人たちの期待に応えたいみたいなっていうのを強く感じた1年で、特に春季リーグで、早稲田はその時まで確か僕が入るまでは C で、先輩たちが入るその直前に B に上がって、で次その B と A のその大きな壁を乗り越えようみたいなのを、自分がこの時優勝に貢献できたってので、そのゴルフ部の一員として入ってよかったなって、このゴルフ部で4年間自分はもっと積み重ねてこの早稲田ゴルフ部をもっと大きくできたらなみたいなのをちょっと思うようになった1年でしたね。雰囲気というか自分にも合ってる雰囲気がすごくあって、で初日2日目は、結構淡々とアンダー出せて、で3日目は組み合わせ変わって僕のところは最終組になったんですけど、その時に回った人が、杉浦優太さんで、その時僕はまだナショナルチームにいなかったんですけど、ナショナルチームの看板背負ってる人は杉浦さんだと思ってたんで、その方とこう優勝争いの場所を日本アマっていう舞台で優勝争いの注目組に入れてもらえてっていうのがもうなんかもう緊張よりもすごいもうなんか自分の調子も良かったんで、もう楽しみでしょうがなくて、でもうその18ホールだけは本当に今も終わってほしくないぐらい楽しくて、でもどんどんスコアも出るし、もう終わんないでくれと思いながら球打つぐらいこうノリに乗って、で3日目でトップ立って、で最終日もこの感じでいきたいなって思ってたんだけど、やっぱ優勝っていうのは結構なんていうか自分のゴルフをうまくいかなくなるというか、なかなか調子つかめなくて、すごい最初のホールでなんか林に2回連続で行くみたいなのをやりながらも、そこを全部なんかうまくパーで抑えたりしてっていうので、やっと自分のペースを思い出して、で前半で、1打差つけられてたのを戻して1打差自分がリードに変えて、でそのまま最終組ではもうそのまま17番ホール終わって、トップなのは分かって、で友達からも「凛太郎今1打最終ホールパーだったらその時並んでたその宇野さんっていう人に1打リードしてるからパーだったら勝てるよ」みたいな、それに火ついちゃう、パーで勝つの嫌だなとか思っちゃって、最終ホール、さっきイーグルで秋リーグ勝つとか、最終ホールにはゆかりがあるみたいな自分でも思ってたんで、バーディーで終わりたいと思って、本当にドライバー打たなくていいホールでドライバーを持っちゃって、林にぶちまげるっていう、今だったら絶対そんなことしないんですけど、なんか昔その2年生の頃はもうドライバーが自分の最大の武器というか、ここを曲げてまでだから優勝したくないとか変なマインド入っちゃって、で結果そこボギーでプレーオフに突入するって、今話してても結構頭悪いなと思いながら思うんですけど、でもなんかその時は全然なんか、これでボギーだったな、全然悔いなしみたいな、でプレーオフで勝ってやろうっていう気持ちになれたから、勝てたのかなっていう大会でしたね。最終ホールじゃない、このプレーオフ3ホール目まで結構相手が優勢みたいな、宇野さんの方がなんかちょっと押してるというか、自分もなんかバーディーパット狙いに行き過ぎてちょっと逆にピンチにちょっとなっちゃうみたいな、
2ホールやった後の3ホール目で確かセカンドを本当にこの紙1枚分ぐらいにつけて、でバーディーパット決めて勝って、なんだろうな、なんかこんなに濃い4日間というかを過ごせたことに対するなんか嬉しさで、優勝した実感というよりかはもうこの4日間プレーした自分のゴルフがもうすごくなんていうかもういいことしたみたいな達成感で包まれてましたね。ありがとうございます。4年生になったらですね、まず、個人としてはまた1月2月らへんが、かなりその4年間の中で一番悪いぐらいまで兆しが見えたと思ったらなんかあれすかしだったのかなみたいなぐらい一気にまた崩れ始めて、でもなんかその兆しはなんだろうな、その戻っていいというか、そのチャレンジするに値するなと思ってそれを続けてまたそのコーチだったりとかに相談して、やっと形になってきたなっていうふうに思えるような状態に、春のそうだね4月ぐらいまでには持ってきてて、それこそオーストラリアンツアーの、出場権のQスクールを突破できたんで、プロとして自分はやっていける場所を確保できたっていうのもあって、すごい成長を感じて、でなんだろうね、めぼしい結果はこの1年間この4年生の時にはなかったんだけど、自分のその実力、結果じゃなくてその一回一回のラウンドだったりとかのショットだったり、この時その昔まではこんなにいいアイアンは打ててなかったなとか、毎回その結果には見えないその自分の中での成長を感じることができて、正直、4年生にこの状態で持ってこれたことというか、いろんな経験を経てこの4年間4年生でその集大成を持っていけたってのにはすごく自信になりましたね。でそれにプラス部活で主将に任命されるってので、その2年生の頃にちょっと部活を結構第一でやってた1年生から結構乖離しすぎた3年生の時にいきなり主将ってので、その部活を先頭で引っ張っていくそんな存在でなるっていうのを、監督に任命されて、正直、向いてないと思っていろいろ言ったんですけど、でも、主将をやる人間はなんていうんですかね、やっぱその凛太郎しかいないから頼むって監督に言われ、確かにちょっと昔自分はこの早稲田大ゴルフ部を日本一というかもっと大きくしたいっていうのを少し思い出して、じゃあちょっとこの、まだちょっと首相としてちゃんとね、その毎回部活とか行けないそんな首相になるかもしれないけど、なんとかこの大会とかで特にリーグ戦では優勝したことなかったし、この大学対抗戦をもう一回連覇してやりたいなっていう思いのもと、ちょっと自分のゴルフとは違う挑戦をした1年で、正直うまくはいかなかったけど、この経験というかその首相を務めるにあたって仲間っていうのを久々になんていうか強く感謝というか、一緒にやってきたなっていうのをまた取り戻せたというかっていうので、これ僕がプロになった後こういった経験っていうのは多分つかみ取るの難しいというか、こういったその同期としてっていう関係ではない人たちとのチームになると思うから、この4年間やっぱゴルフ部でいてよかったなっていうのは、この首相っていうその役目を通じてたくさん学べたなっていうのはありました。今年から、プロゴルファーとして、JGTO ツアーを戦うことができます。自分としては、大学生
ここの早稲田に入った時から、プロゴルファーとして世界で羽ばたける選手になりたいという目標を持って入り、そのスタートラインに立てたことを、とても嬉しく思っています。この4年間、早稲田大学のスポーツ科学部で、勉学とともに、ゴルフ部と文武両道を、心がけ、それをしっかりと、履行できたことを自信になりました。これから、プロの世界で、もっと厳しい、世界になると思いますが、この早稲田大学で、勉強したことそして学んだことを生かし、そうですね、やっぱり世界一のプレーヤーになれるよう頑張っていきます。応援よろしくお願いします。